では本日のゲストをお迎えしておりますので、自己紹介をお願いいたします。はい。皆さん、こんにちは。白のギターボーカル愛です。はい。大阪出身4ピースバンド、白からギターボーカルの愛さんにお越しいただきました。はい。東京ホット100は、2回目で、今から、2年ちょっと前ですね、2023年9月以来、のご登場ですけれども、あれから2年半で髪型がね、もうフィギュアスケーターみたいになっておりますけれども。本当ですね。なんか見たとき一緒だって思いました。本当に。今、以前は確か黒髪そうです。でしたよね。で今はブロンドと、それから、栗毛なのかななんて言えばいいの？そう、なんかちょっと栗色。なんか、ちょっとアリサリューな感じですよね。若干ね。若干。はい。まだ大阪在住なんですよね。そうです。メンバー全員大阪なんですよ。大阪で、で、東京行き、しているんですけれども、どうですか？東京も慣れましたか？東京、だんだん慣れてきましたね。だし、なんか、楽しいなって思えるようになりました。なんか好きな、スポットもできたそうですけど。そうなんですよ。どこですか？品川から、渋谷来るまでの、三田の道路、私は三田ロードって呼んでるんですけど、そこから見える、東京タワーがめちゃくちゃ好きで、いつもマネージャーが運転をしてくれるんですけど、隣で毎回写真を撮って、今日も東京タワーかっこいいなっていうふうに。なるほど、わかる。通りまっすぐ行くと東京タワーにぶつかるんだよね。そうですよ。わかる。まっすぐ行けずに、こう曲がっちゃうんで、信号のところでめっちゃ撮るっていう。最初は何だったんだろう、東京慣れないっていうのは。やっぱり大阪と似てないから。私的にはあんま似てるとこを見つけるのがちょっと難しくて。違いますよね。独特ですよね。なんか見るものが割となんか新しいものすぎて刺激が多くて。逆にね。そう、楽しかったけど、こうなんかちょっと観光みたいな気持ちになったんですけど、最近はね、いろんな下北のここの道がいいなとか見つけれるようになったので、楽しいです。ね、慣れてきた証拠ですね。で、バンド白なんですけど、2019年、高校の同級生4人で結成した女子4人組ですけども、今年で7年目ですよね。はい、そうです。で、どんどん注目度が増していますけれども、どうですか？やっぱりバンドとして成長しましたか？バンドとしては結構、今までもずっと会話は大切にしてたんですけど、例えば曲ができた後の、曲のイメージの共有の濃度というか、なんか、一回言って前はハテナだったことが、今は、わかった。なるほどみたいな感じで受け止めてくれるところとかが増えたのが嬉しいですね。なんか思ってるイメージがすぐわかるような。そうです。一心伝心みたいなことなんですかね。ちょっと理解しがたいことでも、そんな風に思ってたんやっていう、なんか受け入れる能力というか。なるほど。寛容になった。はい、そんな気がします。なるほど。ちなみにメンバーはプライベートでも会ったり遊んだりするんですか？メンバーは、もうほぼ毎日会ってるので、プライベートどうだろう。でもスタジオの後に、なんか海行きたくなって、ちょっと海行かんみたいなこととかはありましたね。なんか、そんな、突発的なこととか、あとは、遠征中の、空き日とかに映画見に行こうとか、ご飯食べに行こうとかはありますね。そういうことだよね。なるほどね。はい。ね、でもやっぱり遠征して、やっぱりバンドで、そのステージじゃない、お仕事じゃないことを共有するってすごく大事だと思いますよね。本当にそうだと思います。白ニューシングルが先日配信リリースされました。タイトルがちょっと変わってるんですが、ふわりんでいいんですか？はい。もう、イントネーション何でも大丈夫です。何でも、なるほど。ありがたいですね、それはね。ちょっと関西でやっぱり東京と違いますからね、なんかそのね。もう全然 OK です、何でも。どういうことなんですか、このふわりんというのは。この曲は友達が本を教えてくれたんですけど、一冊の本を。村上春樹さんの、納屋を焼くその他短編という本があって、その他の短編の、ホタルを読んでできた曲で、で、そのホタルを読んだ時に自分が感じたこととか、思ったことをこう消化していったら、こう歌詞を書いてた時にそれが、一節がこう、ふわりんっていう言葉が自然に、そうですね。それは造語なんですね。それは愛さんの。そうですね。造語で。はい。最初は全部ひらがなだったんですけど、歌詞の中でもひらがななんですけど、で、そのホタルの中にお花が出てきたので、その一輪二輪というね、輪を取っ
て、ふわりんにしました。なるほど。なんとなくイメージでわかるけどね。的確なことは言えないですけど、やっぱりこのふわっとしたなんかイメージがね、伝わってきますよね。ありがとうございます。なるほど。今回のサウンドのこだわりは何ですか？私、この曲作るときに、最初はすごい真正面から向き合って一生懸命作ってたんですけど、一生懸命してたらちょっと飽きてしまって、まあそれでも一生懸命作ってたんですけど、だんだん眠くなってきちゃって、こう、うとうとしてる中で最終的にできた曲なんですけど、でその時にコーラス、本当は入れる場所じゃないところに入ってしまって、で、なんか、それが、こう、はっと聞いた時に、めちゃくちゃいいやんってなって。ああ、なるほど。あ、なんかこの曲一生懸命じゃなくて、ちょっと夢心地じゃないけど、夢心地。なんか、あんまり無理に作らなくていいんだって気づいて楽しんで作った曲ですね。なるほど。まさに吐くだけに白チュームの中で。そうでございます。本当に目がこう覚めた時にできてたみたいなぐらいの曲なので。なるほど。じゃあ早速聴いてみましょう。曲紹介お願いいたします。はい。それでは一曲お聴きください。白でふわりん。TOKIO HOT 100お送りしたのは今日のゲスト白でふわりんお聴きいただきました。白の楽曲、作詞作曲はね、愛さんが担当されていますけれども、はい、曲作りはどんな時にやることが多いですか？私はですね、まあ夜作ることがまず多いですね。まああと感情で言ったら、まあ悩んでる時とか怒ってる時とか、まあちょっと悲しい時とかに作ることが多いです。ああ、なるほど、はい。ハッピーな時よりかは、そうでない時そうですね。の方が曲が生まれる。なぜなんでしょう？なんでだろう、でも逆に、こう、嬉しいことを書こうとすると、結構安直になってしまうというか、まあ、なんか、悲しい時とかの方が、なるほどね。まあ、わかりやすい言葉だけど、自分の表現ができるというか、そんな気がするんですよね。なんか怒ってたり悲しい時ってすごくパーソナルな感じしますよね。あ、そうですね。しかも夜だしみたいなところもあるんですけど。なんか嬉しいことってみんな共有できるような、だから嬉しいのかもしれない。あ、なるほど。嬉しい、楽しいことってほら、みんなにとって、すごい、そういうことか。楽しいかもしれないですよね。伝わりやすいからこそ書くのが難しいのかもしれないですね。なんかわかる。やっちゃうなんかお前の話はもういいみたいな。はい、じゃあガチャ行きましょう。はい。じゃあ回します。回してください。はい。はい。赤い玉が出てきましたけれども。にゃんにゃんにゃん。2月22日は猫の日。猫の日、そうなんですね。愛さんの好きな動物は？はい。もしくは、もしも動物に生まれ変わるなら、ということですね。好きな動物、なんでしょう？好きな動物はもう、犬ですね。ワンちゃん大好きです。ああ、そうなんだ。にゃんにゃんにゃんでもやっぱりワンワンワンなんですね。やばい。そうです。ごめんなさい。1月11日だね。実家で犬を飼ってるので、もう犬が大好きです。なるほど。どんなワンちゃん飼ってるんですか？シーズーとパピオのミックスで、もうほぼ見た目はシーズーなんですけど、まあ、おまえんぼさんです。名前を教えていただいてもいいですか？秘密ですか？いえ、ブンという。ブン？はい、もう尻尾をね。ブンちゃん。ブンもう振ってたのでめっちゃ単純なんですけど、人に興味がありすぎて、もうだからブンという名前を付けさせていただきました。はい。はい。おー、コンパクトだし、じゃあ続いて回していただいても。合図がおもろい。よいしょ。はい。黄色い玉が出てきましたけども。なんか気になる。ライブ中にステージから気になることって、いつもどこ見がち？気になる人いる？こんな人は嫌だ。など。はい。観客席からみんなに見られている愛さんですけども、逆にステージから観客席なりその会場を見渡して気になるポイントは何でしょう？気になるところはやっぱりみんなの表情は気になりますね。まあ、左右されないっていうふうには決めてるんですけど、やっぱ、でも、両手を上げて楽しんでくれてる人とか、あとは小さいお子さんを抱っこして楽しんでくれてる方とかはやっぱ目立つので、めちゃくちゃ気になるし、でも私はいつも目の前に届けるっていうのも大切にしながら、声は遠くに飛ばしたいので、割と上を見ることが多いですね。まあ目をつむったり、上の方、そうですね。まあ2階席があれば2階席。見ることが多いです。ああ、なるほど。そうなんですね。そうか。まあでもやっぱり全然景色違いますよね。どうですか？やっぱりステージに立つようになって、もう数千人の会場かなんかでやるようになって。はい。やっぱり景色違いますか？違いますね。ちょっと個人的すぎるっていうか、
バンドマンすぎるんですけど、客電って言って、客電お客さんの方にライトがついてる時は、やっぱりよく見えるので、すごい見ちゃうし、で、見えてない時は見えてない時で、まあ、見えてない方がやりやすいんですけど、どういう気持ちでやったらいいんだろうみたいな、逆にこう、心がざわざわしちゃう時とか、本当に、その日それぞれすぎるので、はい。逆にすごい隅々まで見えますよね、ステージから見ると。見えますね。だから、例えば、招待席かなんかで、あそこ空いてる、来てねとか、分かってる人、あんなに絶対行くとか言って、言いにくいなすっごいいい席取ってあげたのに、空いてんじゃんみたいな。それめっちゃ思います。でも、いい席取ってあげたのにの経験がまだなくて、そう。だから逆に、来てくれてるとかの方が多いですね。ですよね。はい。ナイス、グッダンサー、グッダンサー。自分でなんか言って、こんなこと言わなきゃいけないと思ってたところを救っていただきまして、ありがとうございます。さて、白ですけど、ニュー EP 世界、3月4日、リリースとなります。ふわりんも入った4曲入りですけれども、今回、チャレンジとかありました？新たな試みとか。でも結構もう毎回曲チャレンジしてること多くて、特にドラムが、ビートの、こう、種類っていうか、あとは叩いてほしいイメージとかも毎回違うので、それを毎回ドラムの眉に伝えるところから始まって、眉も苦戦しながらめちゃくちゃ個人練入ってもらってっていう感じですね。なるほどね。じゃあ今回そのあたりのビートリズムのあたりにもね、ちょっと注目してくれと。最後に、今年も、始まってちょっとですけれども、野望を教えてください。今年の野望は、白はやっぱ野外が大好きなので、野外ステージでたくさんできたらいいなっていうふうに思ってます。頑張ります。なるほど。野外だったらどこやりたいですか？ですね、ラブシャそう、ラブシャ去年も出たんですけど、一番大きいステージで、クセスグリーンアップルさん見たんですけど、ちょっと声が風で揺れてる感じも良くて、これになってみたいなってすごく思いましたね。はい。あとは、フジロック。フジロックはもう絶対出たい。目標なわけですね。はい、わかりました。今年も始まったばかりですが、頑張ってくださいね。頑張ります。はい。東京HOT100、この時間のゲストは、白からボーカルギターの愛さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。